青柳の話。昔、能登の国に大名畠山吉宗に仕える友忠という若侍がいた。友忠は若い時から武芸の仕込みを受け、成人すると文武両道に秀でた侍となり、主君のご寵愛を受けた。友忠は愛想がよく、顔立ちも美しい。しかも人を引きつける話術を心得ていたから、皆から好かれ、敬愛されていた。友忠が20歳の頃、京都の大名、細川正元のもとへ、内密の命で使わされた。越前を通るよう命ぜられたので、道すがら母を訪ねたいと請うて許しを得た。旅路に出たのは寒さの厳しい季節で、北国はすっかり雪に覆われ、馬にまたがったものの遅々として進まない。友忠が選んだ道は山道で、村も少なく、人家もまばらだった。旅の2日目、吹雪が襲い、ひどく冷たい風が吹き募り、真夜中にならないと宿に着けぬと分かって、すこぶる不安になった。おまけに馬も疲れきり、それ以上進めそうになかった。だが困り果てていた時、近くの丘の頂の柳の木陰にわらぶきの小屋があるのに気がついた。やっとのことで疲れた馬をせき立て、小屋までたどり着いた。そしてこの吹雪の夜にしっかり閉ざされた雨戸を激しく叩いた。老婆が雨戸を開けてくれた。そして見知らぬ顔の美しい侍が困惑している様を見て、まあお気の毒な、こんな日に若い方が一人旅をなさろうとは。どうぞ中へお入りくださいませ。友忠は馬を降り、裏の馬小屋に馬をつなぐと、小屋に入った。翁と娘が火に当たっていた。二人は若者を火の近くに招いた。老夫婦は酒に缶をつけると食事の支度にかかった。そして若者の旅の模様をそれとなく尋ねた。娘はついたての後ろに姿を隠したが、稀な美人であると気づいて驚いた。身なりはいかにもみすぼらしく、束ねてない髪は乱れていたが、こんなひなびた寂しい場所にこれほどの美人が住んでいることが信じられないほどである。翁が友忠に言った。お武家様、隣村は遠うございます。雪は大降り、風も荒れて、これ以上進むのは危のうございましょう。お武家様をお止めするには恥ずかしいあばら屋で、おもてなしもできませぬが、今晩はここにお泊まりいただいた方が安全でございます。お馬のお世話でしたら、当方できちんとさせていただきます。友忠はその控えめな申し出を受けた。あの娘をゆっくり見る機会もできたと心ひそかに喜んだ。間もなく粗末ながらたくさんの食事が運ばれ、娘もついたての影から出てきて酌をした。いつの間にか洗いがさっぱりした手織りの着物に着替えている。長い髪はきれいに束ねて櫛ですいてあった。お酒を継ぐために娘が前かがみになったとき、友忠はこの娘が
自分が今までに会ったどの女よりも比べ物にならぬほど美しく、その所作の一つ一つがしとやかで上品なことに改めて驚いた。しかし老夫婦は言い訳がましくこう言った。この娘は青柳と申しますが、この山中で一人きりで育ちましたゆえ、礼儀作法は何も心得ておりません。何も知らぬふつつか者でございます。何卒ご容赦くださいませ。友忠は相手の言葉を遮って、このような器量の良い娘さんにお酌をしていただいて、自分はまことに幸せ者です、と答えた。娘が顔をあからめたのがわかった。友忠は見とれて、出された酒にも食事にも手をつけずにいた。すると老婆が言った。私のも百姓の食べ物ではお口に合わぬことと存じますが、肌を刺すような風でお体が冷え切っておられます。何とぞ多少なりともお酒とご飯をお召し上がりくださいませ。老夫婦の行為に報いるために、友忠は努めて食べ、そして飲んだ。だが、茜さすと言おうか、顔をあからめる乙女の魅力はいよいよ募っていった。話しかけると、その答える言葉は表情と同じように甘美で穏やかだった。山育ちかもしれぬ。だとしても、この娘の親は、一時は世にときめく人だったのではあるまいか。この娘の物言い、身のこなし、両家の娘のようだ。友忠は突然、心に湧いた喜びが、おのずとみそ一文字の歌になり、娘にその歌で問いかけた。尋ねつる、花かとてこそ火を暮らせ、明けぬになどか茜さすらん。尋ねていく道すがら、私は花かと思うものにあった。だから私はここで火を暮らしている。だがなぜ夜明けにならぬうちに茜色がさすのだろう。そのわけを私は知らない。一時のためらいもなく、娘は次のように答えた。いずる日のほのめく色を我が袖に、包まば明日も君は止まらん。日の出のほのめく色を私の袖で隠しましたら、きっと明日になってもあなた様はここにおとどまりになりましょう。こうして友忠は自分の思いが立ちどころに相手に通じたことが分かった。女は自分の思いを素直に受け入れてくれたのである。女がみそ一文字で思いを返してくれたことも嬉しかったが、すらすら返し歌を読む術を心得ていることにも驚かされた。この目の前にいる田舎娘以上に美しく利発な娘にこの世で巡り合うこと、ましてやその心を得ることは決してありえない。友忠の心の中で促す声が聞こえた。神様の御恵みでこのような幸せが授けられた。その幸せをありがたくお受けするがいい。男は単刀直入に娘をくれと老夫婦に頼んだ。そして自分の名と家柄、能登の藩主に仕える侍としての身分も明かした。老夫婦は感謝と驚きの声を上げ、友忠の前に頭を伏せた。が、しばらくして父親が言った。お武家様は高貴の方でいらっしゃいます。しかも、
これからさらにご出世なさいましょう。このようなご愛顧を被りまして、私ども、なんとお礼を申してよいやら、言葉になりませぬ。去りながら、この手前どもの娘は、卑しい生まれのふつつかな田舎者で、何の教えもしつけもございませぬ。かようなものをやんごとないお武家様の奥方にさせていただくには、身分不相応でございます。こうしたことは口に出すのも恐れ多いことでございます。しかしながら、お武家様のお気に召しました以上、娘の田舎育ちの不作法もお目こぼしに預かりました以上、私ども、この娘をお武家様のそばめとして差し上げる所存でございます。さようでございますから、これから先は、娘を何とぞお気に召すままにご寵愛くださいませ。夜が明ける前に吹雪は止んだ。雲一つない空に東から日が昇った。仮に青柳の袖が愛する人の目から日の出の茜さす色を隠そうとも、友忠は旅立たなければならなかった。旅支度が整った時、友忠は両親に申し出た。これほどお世話になりました上に、重ねてお願いを申しますのは、いかにも恩知らずに思えてなりませぬが、もう一度お願いでございます。どうか娘様を嫁にください。もしお許しくだされば、私は娘様をこのままお連れ申します。もし私に娘様をくださいますなら、私は皆様を親とも思い、いつまでも大切にいたします。ご好意に対するお礼でございます。何卒これをお納めくださいませ。そう言いながら友忠は父親の前に黄金の小判の入った財布を差し出した。しかし父親は穏やかに財布を押し戻していった。ご親切かたじけなく存じますが、小判は私どもには不要でございます。あなた様は冬の長旅で何かとご入り用ともなりましょう。この土地では飼うものとてございませぬ。娘はもうあなた様に差し上げてございます。娘はあなた様のものでございます。連れて行くも行かぬもあなた様のお心次第。私どもの許しを請うには及びません。あなた様のお気に召しましたことを私ども大変嬉しく存じている次第でございます。何卒私どものことは心配してくださいますな。こうした土地では支度金はもとよりろくな衣装も揃えてやりませぬ。それに私ども年を取り、いつ娘と別れていってしまうやもわかりませぬ。さようでございますから、あなた様が娘を連れて行ってくだされば、願ってもない幸せにございます。友忠は父親にあれこれ言葉を尽くし進めたが、父親は受け取らなかった。娘を自分に任せたいのが親の本心からの願いと見て、友忠は一緒に連れて行くことに決めた。青柳を馬に乗せると、老夫婦にお礼と別れを告げ、旅立った。ところで、当時の武士は、主君の許しなしには妻をめとることができなかった。自分の役目を果たさなければ、お許しが出ないことは分かりきっていた。このような事情のもとで、美しい青柳が人目を引いて、間違いの種ともなりかねない。友忠は自分のもとから青柳を奪い去る企みが仕組まれることを警戒せずにはいられなかった。それだから
京都では青柳を世間の目から隠すよう努めたのである。ところがある日、細川正元の家人が青柳を見かけ、二人の仲を殿様に報告した。細川正元はまだ若い殿様で女好きだったから、青柳を館へ連れてくるよう命じた。それで女は無理やりにそこへ連れて行かれた。友忠は言葉にならぬほど恨み悩んだ。しかし力の及ばぬことを知っていた。自分は東国の大名に仕えるしがない使者でしかない。しかも今は自分の主人よりもよほど手強い細川という大名の思いのままになる場所にいる。細川の意に逆らうことはできない。そればかりか、友忠は自分の愚かさ加減をよく承知していた。武士の掟に背き、青柳と人目を忍ぶ仲になったればこそ、不幸を我と我が身に招いたのである。こうなれば残された望みはただ一つ。青柳が自分で館を抜け出して自分と一緒に逃げおおせる。だがそれはほぼ絶望に等しい希望だった。いろいろと考えた末、青柳に文を送る決心をした。もちろん危険は覚悟の上である。女に手紙を送れば細川の手中に落ちるやもしれぬ。館の奥に住む女に文を送ることはきついお咎めにあたる。だがそれでも書き送る決心をした。そして監視を装い、青柳への思い、恋する者を奪われた者の苦しみを込め書き送ったのである。公私王孫豪人を追う。緑樹涙を垂れて落金を滴る。肛門ひとたび入りて深きこと海のごとし。これより初老これ老人。若き公子は宝石のように輝く乙女の後を追う。美しい人の涙は流れてその衣を濡らした。一度入ってしまうとそこは海のように深い。こうしてわびしく一人さまよう身となるのだ。この歌を送った翌日の夕方、友忠は殿様の御前に呼び出された。友忠は自分の愛情の告白が露見したに相違いないと思った。あの手紙が殿様の目に留まった以上、極刑は免れまいと思った。自分を死罪にするに相違いない。だが青柳が私の手に戻らぬ以上、生きていて何の意味があるだろう。死罪の申し渡しがあったとしても細川を殺してやる。少なくとも目に物を見せてやる。友忠は腰に刀を刺すと細川の館へ急いだ。謁見の間にまかり出ると、細川正元は衣冠を整えた重臣に囲まれて上段に座していた。並みいる侍は彫像のごとく押しなまっている。友忠が御前に進み出てひれ伏する間、辺りは静まり返り、嵐の前の静けさのごとく不気味であった。すると突然、その重苦しい空気を破って細川公は自分から座を降りた。友忠の手を取ると漢詩の句を朗々と歌い始めた。公私王孫豪人を追う。思わず顔を上げた友忠は細川公の目に優しい涙が浮かんでいるのが見えた。
細川公が言った。お前たち二人がそれほど好いた仲であるなら、この私が縁者である能登の殿様に代わって祝言を挙げて使わそう。今ここで婚礼の式を挙げるがよい。客人も集まっている。祝いの品々も揃えてある。殿様の合図とともに奥の間に通じる襖が左右にさっと開いた。式のために家中の家臣がすでに何人も募っているのが見える。そして青柳が花嫁姿で友忠を待ち受けていた。こうして青柳は友忠の手に戻され、婚礼は喜ばしく華やかに行われた。殿様からも家中の者からも貴重な祝いの品々が新郎新婦に贈られた。婚礼を挙げてから5年というもの、友忠と青柳は一緒に幸せに暮らしていた。ところがある日、火事について話していた青柳は、突然苦しそうに叫び、顔面は蒼白となり、そのまま動かなくなった。しばらくすると、か細い声でかろうじて、取り乱して悲鳴を上げてごめんなさい。でも、あまりに急に苦しくなったものだから、友忠様、二人が結ばれたのも、きっと前世の何かの因縁でございましょう。また、きっと生まれ変わってご一緒になりましょう。しかし、今生のご縁は、今、これまででございます。お別れせねばなりませぬ。お願いでございます。私のために念仏を唱えてくださいませ。私は今死にまする。友忠は驚き怪しんでいった。何をバカなことを言うのです。あなたは少し具合が悪いだけです。しばらく横になって休みなさい。そうすれば気分も元通りになります。いえいえ、と青柳は答えた。私は今死にまする。これは気のせいではございません。わかっております。こうなりましたらもうあなた様に本当のことを申し上げなければなりません。私は人間ではございません。木の霊が私の霊、木の心が私の心、木の命が私の命なのでございます。それなのに誰かが今無残にも私の木を切り倒そうとしている。だから死なねばなりません。もう泣こうにもその力すらありませぬ。早くお念仏をお唱えくださいませ。早く。ああ。今ひとたび苦痛の叫びを上げると、青柳は顔を背けた。そしてその美しい顔を袖で隠そうとした。だがほとんどその同じ瞬間に青柳の体が奇妙に崩れて下へ下へと沈んで、ついに床まで沈んでいった。友忠は慌てて妻を支えようと駆け寄ったが、支えようにも妻の体はもうどこにもなかった。畳の上には美しい青柳のもぬけの殻となった着物と、紙に刺してあった飾りとだけが
落ちていた。青柳は消え失せてしまっていた。友忠は頭を丸め仏門に入り、諸国行脚の僧となった。各地の霊場に詣でては、青柳の霊のために供養の念仏を唱えた。巡礼の途中、越前に来たとき、妻の両親の家を探した。昔、小屋があったはずの山中の寂しい場所までたどり着いたものの、今は跡形もない。かつての小屋のありかを指し示すものは、わずかに3本の柳の切り株。2本は老木で、1本はまだ若い柳の切り株があるのみであった。それは友忠がそこに着くはるか前に切り倒されていた。友忠は柳の切り株の傍らに墓を建てると、そこに経文を刻んだ。そして青柳とその両親のために手厚い供養を営んだ。